ご視聴ありがとうございます。シーサです。今日は三菱鉛筆から新たに発売されるユニボールゼントを徹底レビューしていこうと思います。ユニボールゼントというのは三菱鉛筆が2025年2月3日に発売する新たなボールペンブランドでございます。実は今回の動画は三菱鉛筆さんから動画を作ってほしいとお願いされて制作しているプロモーション動画になります。発売前に実際に触らせてもらって、これは広めたいなと個人的にも思ったので、いつも通り気になった点も正直に話していきながらこの商品の魅力を伝えていきたいなと思います。それではやっていきましょう。まず簡単に概要についてお伝えします。発売日は2025年2月3日。価格が異なる4つのモデルが登場します。こちらがベーシックモデル税込み275円。こちらがスタンダードモデル275円。こちらがフローモデル1100円。こちらが最高峰モデルのシグニチャーモデル税込み3300円。この4つのモデルでございます。新たなブランドというだけあって、4種類のモデルが登場したりして、カラーバリエーションも非常に豊富で、三菱鉛筆のボールペンの歴史の、一つのページにもなるような、かなり気合を入れているなっていうふうに思いますね。これまで僕のチャンネルでは、ユニボール1というゲルインクボールペンを紹介する機会が結構多かったです。このユニボール1と今回のユニボールゼント、何が違うのかというのを簡単にお話ししていきます。まずユニボール1なんですが、こちらは2020年に登場したボールペンです。こちらはゲルインクボールペンとなっています。インクが濃くくっきりとした文字が書けるのが特徴で、ノートまとめとかにおすすめできるボールペンとなっています。一方、来月発売されるユニボールゼントは水性ボールペンとなっております。なのでユニボール1とインクの種類っていうのが違ってくるんですよね。こちらは書くひとときを心地よくというコンセプトがありまして、書く時の充足感というのを重視したボールペンとなっています。水性ボールペンは油性とかゲルインクボールペン以上にドバドバとインクが出てくれるのが特徴で、かなり軽い力で書くことができるんですよね。そんな水性ボールペンの魅力にプラスしてユニボールゼントは柔らかい書き味というのを加えた新感覚のボールペンとなっています。書くときに少しふわっとした柔らかさがあるので、そういったところも後で見ていきたいなと思います。以上がユニボール1とユニボールゼントの簡単な違いでした。大まかなコンセプトとしては、ユニボール1はインクの濃さで、ユニボールゼントは書くときの心地よさ、そういった違いがざっくりあるよと思っていただければと思います。ちなみにインクの種類は違うんですが、リフィルの形状は一緒なので、ユニボールゼントのボディにユニボール1のリフィルを入れて使うことも可能です。ちなみにユニボールゼントは北米の方で2024年の春からすでに販売をされていまして、結構好評とのことです。それでは今回かなりボリュームがあるんですけれども、4つのモデルを紹介していこうと思います。まずはベーシックモデル税込み275円を見ていきます。 0.38mm と 0.5mm の2つの太さがあります。カラーは黒、赤、青の3色展開となっています。でこちらのペンの重さが 10.8g となっているのでかなり軽いですね。こちらのベーシックモデルすごいなと思ったのは、キャップ式ではなくてノック式の水性ボールペンなんですよね。水性ボールペンといえば結構キャップ式のものが世の中多いです。どうしても蓋をしないとインクが乾燥しやすいっていうイメージが個人的にあったんですけれども、こちらのゼントインクっていうのは蓋がなくても乾燥しづらいインクになっています。キャップ式だと使い始める時にちょっと手間があるなって思うので、ノック式っていうのは結構ありがたいですよね。一番大きなデザインの特徴としてはこのロングラバーグリップですね。先端からおよそ8センチのところまでラバーグリップになっています。先端の方までラバーグリップになっていて、でなおかつ段差も一切ないので、先端の方で握る人でも後ろの方で握る人でも持ちやすいグリップになっています。あとペンを握るときに指の先端だけじゃなくて指の側面とかもペンに触れると思うんですけれども、そこもしっかりとラバーになっているのはいいなと思いました。ラバーはプニプニはしてなくてちょっと硬めなラバーですね。しっかりとグリップ力はあるので結構握りやすいなと思います。ただこういったラバーグリップって結構汚れやすいんですよね。そこは注意が必要かなと思います。ユニボール1の時もそうだったんですけれども、シャーペンと一緒に使ってるとシャーペンの芯がラバーについちゃってちょっとね見た目が汚くなっちゃったりするので、これだけ長いラバーが使われているので少しそこは気を使うところかなとは思いました。グリップの直径は 11mm となっていて、細すぎず太すぎずちょうどいい太さかなと思います。ユニボール1とデザインは結構似ているんですけれども、より段差が少なくなってシームレスになった印象です。このペンの上の転換のところなんかは少しぷっくりとした形状になっていますね。あとグリップと口金の段差がユニボールゼントはなくなっていたり、そういったところでよりシンプルでシームレスになったデザインかなと思います。クリップは三菱鉛筆お得意のワイヤークリップを採用しています。
この後ろの部分をつまむだけでかなり大きく開くので、僕が大好きな可動式クリップみたいに非常に実用性が高いクリップになっています。続いてはスタンダードモデルを見ていきます。こちらベーシックモデルと同じく275円となっています。重さも 10.8g なのでベーシックモデルと一緒ですね。 0.38mm と 0.5mm の2つの太さがあります。でそれぞれの太さによって軸の色っていうのが変わってくるんですよね。 0.38mm はクラウド、こちらは雲ですね。それからアドビ、こちらは赤い焼きレンガという意味があります。でこちらがラベンダー、薄い紫色ですね。こちらがシー、海ですね。かなりライトな水色です。で 0.5mm のコースタル、こちら海岸沿いという意味があってネイビーに近い色味かなと思います。こちらはカナリア、黄色い鳥ですね。こちらがアイボリー、少し黄色みがかった灰色です。こちらはミスト、霧ですね。薄く緑色が入った色です。こちらの8色展開となっています。結構特徴的なネーミングなんですが、自然の中にある豊かな色彩からインスピレーションを受けたカラーとなっています。このスタンダードモデルは全てインクの色は黒となっています。もし赤とか青のインクを使いたいという場合は、ベーシックモデルを選んでいただくか、あとは132円でリフィルだけ別売りされているので、それを買っていただいて差し替えていただければ使うことができます。先ほどのベーシックモデルとスタンダードモデルの違いというのは、簡単に言うとボディカラーの違いですね。ベーシックモデルは実用性を重視しているので、このボディの色を見ただけで何色のインクが入っているのかというのが一目でわかるようになっています。このノックするところにもインクの色が書かれているので分かりやすいっていうのがベーシックモデルの特徴です。一方スタンダードモデルは絶妙な色味で上品に使えるカラーとなっています。ベーシック、スタンダードモデルどちらも軸の樹脂素材には再生材というのを使用していて環境に配慮しています。スタンダードモデルの少し気になったところとしては、ボディに 0.38 とか 0.5 っていうね文字がもう書かれちゃっているんですよね。なので例えば 0.38 と書かれている軸に 0.5mm のリフィルをね後で入れてしまうと少し違和感があるかもしれないので、そこは注意が必要かなと思います。続いてはフローモデルを見ていきます。こちらは価格が1100円となっていて、少し高級感を打ち出したモデルとなっています。このグリップの部分はアルミが使われています。このクリップはグリップと同じ色のワイヤークリップを採用しています。違う金属同士色を合わせるのって結構難しいので、ここもね地味にお金がかかってるなと思いました。全部で4色展開となっていまして、 0.38mm がアガット、それからフローライトで 0.5mm がヘマタイト、それからジェードという4色展開となっています。非常に覚えにくい色の名前となっています。こちらのフローモデルは鉱石からインスピレーションを受けたカラーで、そういうネーミングからも少し高級感を感じます。重さは 13.7g となっています。グリップにアルミが使われているので、ベーシックモデルとかと比べると少し重たくはなっていますが、それでも 10g 台前半なので全然軽いなと思います。先ほどのベーシックモデルとスタンダードモデルとの違いは主に外観の素材となっています。一応ベーシックモデルのグリップをこのフローモデルの鋼軸に組み合わせるみたいなカスタマイズをすることができたので、一応互換性はありました。こちらのグリップは結構スベスベとしているので結構滑りやすいですね。特に滑りにくい凹凸加工とかそういうのがされているわけではないので、冬場のカサカサした指だと結構滑る印象です。あと正直なところ高級感はそこまで期待しない方がいいかなと思いました。この上部の方は樹脂パーツが使われているのでフルメタルボディっていうわけではないんですよね。1000円の価格帯となると割とフルメタルボディのボールペンも増えてくるので、そういうボールペンと比べると高級感はそこまでないかなと思います。ラバーグリップが汚れるのが気になるっていう人はフローモデルいいかなと思います。こちらもボディのところにボール径が記載されています。そして最も上位に位置づけられているのがシグニチャーモデルでございます。ユニボールゼントの世界観を最も味わうことができる最上級の一本です。税込み3300円です。このシグニチャーモデルだけ購入した時に化粧箱がついてくるんですけれども、こちら観音開き風のボックスになっています。このタイプの化粧箱は僕初めて見たのですごい面白いなと思いました。そういった開封体験というのも最上級モデルならではの楽しみ方かなと思います。こちらは 0.38mm のシルバーで、こちらが 0.5mm のメタリックブラック、この2色展開となっています。どちらも最初は黒色のインクが入っています。このキャップと中軸のところはアルミが使われていて、このグリップと口金のところは真鍮でできています。なので先端のところが少し重たくなっているので、キャップを後ろにつけた状態でも書きやすいようになっています。
キャップをつけた状態で重さは 22.9g となっています。真鍮が使われているので少し重ためなボディとなっています。このシグニチャーモデルはあえてキャップ式のボールペンとなっています。ノック式と比べると使い始めるまでに結構時間がかかるんですけれども、各行為に向き合う前の一呼吸というのを演出するためにあえてキャップ式を採用した趣味性の高いモデルとなっています。さあ今から書き始めるんだぞっていうのをなんか瞑想するような感じ、そういったところも楽しむモデルとなっています。こちらはマグネット式のキャップとなっていてクリック感が結構気持ちいいです。この見た目どこかで見たことがあるなと思ったらクルトガダイブなんですよね。マグネット式のキャップだったりこのクリップのデザインなんかも、少しクルトガダイブの DNA を引き継いだデザインとなっています。あとキャップ式の利点として筆記時のブレを抑制させることができるんですよね。ノック式だとどうしてもペン先を出し入れする必要があるので、この穴の直径というのを少しねペン先よりも大きく余裕を持たせないといけません。ただキャップ式はペン先を出し入れする必要がないので、このリフィルの直径と口金の穴の直径を極限まで近づけることができます。そういったところでペン先のガタつきを最小限に抑えることができるので、ゼントインクというのを最大限楽しめるボディとなっています。あと細かいところなんですが、このネジのところには黒いねオーリングという輪ゴムのようなものが入っているので、勝手にネジが緩まないようになっているっていうのもこだわりを感じるところかなと思います。このシグニチャーモデル、最初は黒しか入ってないんですけれども、後から赤とか青のインクを入れることができます。それでは書いていきながら、今回初登場するゼントインクというのが何なのかというのを掘り下げていこうと思います。今回のゼントインクですが、3つの特徴があります。まず特徴1つ目なんですが、柔らかい書き心地の水性ボールペンであるというところです。書いてる時にふわっとした柔らかい書き心地を実現するために、クッション成分であるポリオキシアルキレン界面活性剤というのを入れております。これを入れることでペン先のボールと紙の間でクッションのような役割を果たすそうです。柔らかくもあり、でさらに筆記時の摩擦抵抗というのも、軽減させてくれています。実際に書いてみると本当に柔らかいんですよね。これが 0.38mm のインクって結構細いので、どうしてもね書いてる時にカリカリ感が出てしまって、ユニボール1とかも少しカリッとした書き味だったんですけれども、ユニボールゼントの 0.38mm はそのカリッと感がかなり少なくなったなと思います。 0.5mm になるとより滑らかな、ふわっとした書き味になっています。この柔らかい書き味っていうのは実際にペン先が沈んだりたわんだりして柔らかいっていうわけじゃなくて、ボールがコロコロ回ってる感があんまりないっていうのがこの柔らかさにつながってるんじゃないかなっていうふうに思います。書いてる時に紙に引っかかるような感覚っていうのがかなり少なくなってて、なんか力を入れずに本当にスイスイと書き続けることができるっていうのがこのユニボールゼントの特徴かなと思います。ちなみにこのポリオキシアルキレン界面活性剤を入れるっていうのは、開発している時に偶然発見したそうで、その発見からどんどんブラッシュアップしてきて約6年かけて今回の発売まで至ったそうです。やっぱりインクから開発するっていうことはすごくね時間がかかるんだなって思いますね。ゼントインクの特徴2つ目、インクの広がりや滲みを抑制する引き寄せ粒子が入っているっていうところです。紙に書いた時にインクっていうのはどうしてもね紙面にどんどん浸透していってしまうんですけれども、この引き寄せ粒子があることによって浸透しすぎないという役割を果たしています。水性インクっていうと、インクがすごいねドバドバと出て線に滲みができてしまったり、紙の裏側までインクが浸透してしまう裏抜けというのが起こったりするんですけれども、そういったことが起こりにくいような水性インクとなっています。実際に書いてみると確かに水性インクなのになんかドバドバと出てる感覚は少ないなと思いました。書いてる時の抵抗は全然ないのになんかドバドバと出すぎないっていうところはなんかすごい使いやすいなっていうふうに思いますね。実際に僕が仕事で使ってる A4 のコピー用紙に書いてみて、裏側にインクが移ってしまう裏抜けという現象が起こるかどうか検証してみました。まず前提として水性インクっていうのはゲルインクとか油性と比べて裏抜けというのが非常にしやすいというのが特徴です。この一番上に書いてあるのが海外の水性ボールペンなんですが、かなりね裏抜けしてしまっていますよね。それに比べてユニボールゼントは裏抜けかなり抑えられているなといった印象です。もちろん油性とかゲルインクボールペンと比べると裏抜けはややしやすいかなといった印象なんですけれども、水性の割にはかなり抑えられているなというふうに感じます。ちなみにキャンパスノートにユニボールゼントで書いた時、裏抜けは全然気にならなかったですね。
ね。裏抜けするかどうかは結構紙質にも影響されるので、そこは使いながら最適な紙を見つけていただければなと思います。で、特徴3つ目は耐水性と耐光性に優れた顔料インクを使用しているという点です。海外の水性ボールペンに水を垂らしてみると、結構ね、ブワーっと滲んでしまったんですけれども、ユニボールゼントに水を垂らしても滲むってことはね、ほとんどなかったですね。なのでカフェでアイスコーヒーを飲みながら文章を書いてる時に、コップから水滴が垂れて文字が滲んでしまうみたいなことは、そこまで心配しなくてもいいんじゃないかなと思いました。さすがに擦りすぎるのは良くないんですけれども、少しね、擦ったぐらいだったら伸びなかったので、そこの安心感もね、すごくあるなと思いました。水性ボールペンなのにこれだけ水に強いっていうのは、本当にこれ水性ボールペンなのかなと疑ってしまうような、そんなインクとなっています。そんな感じでゼントインクについて紹介をしてきました。かなり機能性の高い水性インクだなっていうふうに思いました。まず良かったのは、擦れるってことがね、全然なかったですね。ユニボール1は紙質とかにもよるんですけれども、結構素早く書くと、書いた線の中間部分に擦れができてしまう線割れという現象が起こることがたまにあったんですけれども、ゼントインクに関してはそれがもう一切ないと言ってもいいほど本当に擦れにくいインクだなと思います。それからすごく滑らかですね。本当に力を入れずにスラスラと書くことができるので、本当に漠然と頭の中で考えているアイデアを紙にね、ひたすら書き殴っていくみたいな、そういったアイデア出しの作業なんかにすごく向いてるなと思いました。僕も動画を作るときは1枚の A4 のコピー用紙にザーって書くことが多いんですけれども、やっぱりシャーペンで書くときよりもこういうボールペンで書いた方がしっかりとくっきりと線に残りますし、あと書いてる時の抵抗が本当にないので流れるように書くことができるんですよね。これだけ快適にスラスラ書けるとすごい書いてて楽しいなと思いました。あと心なしか文字が綺麗に書けるなと思いました。これは水性ボールペンならではの止め跳ね払いがしっかりとね表現できて、しっかりとメリハリのあるかっこいい文字が書けるので、そこはやっぱり水性ボールペンの魅力かなと思います。本当に書き心地だけじゃなくて、書いてる時のね自分の字を見ても楽しいなと思える、そんなボールペンだなと思いました。0.38mm と 0.5mm どっちにしようか迷っている方も多いと思うので、それについても比べていこうと思います。個人的にはノートとかに細かく書きたいっていう人は 0.38mm がおすすめです。0.38mm っていうと結構ね細い印象を持たれる方も多いと思うんですけれども、こちら水性インクなのでそこまで細すぎるっていうわけではなかったです。キャンパスノートとかにね細かく書きたいっていう人は 0.38mm がちょうどいいんじゃないかなと思います。一方 0.5mm になってくると正直結構太めですね。油性ボールペンの 0.5mm をイメージして水性の 0.5mm を買ってしまうとかなり太いのでちょっと後悔しちゃうかもしれないです。ノートとかに細かく書くこともできなくはないんですけれども、結構字が潰れちゃう可能性があるので、0.5mm は大きめな文字を書くようにした方がいいんじゃないかなと思います。あとはインクの濃さですね。めちゃくちゃ濃いっていうわけではなかったんですが、全然使える濃さですね。赤とか青の発色も全然問題なかったので、丸付けとかにも使えるかなと思います。で、最後にそれぞれのモデル5つ星評価していこうと思います。こちらはインクに対する評価というよりかは、それぞれのボディに対する評価だと思って見ていただければと思います。こんな感じで一覧でまとめてみました。ベーシックモデルとスタンダードモデルは色違いみたいなものなので同じ評価にしております。まずベーシックモデルとスタンダードモデルなんですが、一番実用性の高くて、コストパフォーマンスの高いモデルかなと思います。重さが 10.8g と非常に軽いので、軽快さ満点ですし、あとラバーグリップで非常に握りやすく滑りにくかったので、こちら握りやすさも星5つとなっております。一方合成感としては、プラスチックボディなのでそこまで合成は感じなかったということで星2つとなっています。続いて1100円のフローモデルですが、こちら軽快さ星5つとなっております。金属グリップなので少し重たくはなったんですが、アルミなので結構軽いですし、あとより低重心になっているということで、全然その重さを感じずに軽快にかけたということで、軽快さは満点とさせていただきました。ただ握りやすさ、こちらは星2つですね。やっぱりこれ正直に言うとかなり滑りやすいです。夏はいいかもしれないんですが、冬場のカサカサした乾燥肌の方なんかは結構滑るんじゃないかなということで、ここは残念だなと思いました。続いてボディの合成感は星3つですね。先ほどのベーシックとかスタンダードに比べると、少しだけがっちりとしているということで星3つとさせていただきました。で、最高峰のシグニチャーモデルの5つ星評価ですが、こちら軽快さは星4つとさせていただきました。星3つか4つか、どっちにしようかすごく迷ったんですけれども、この 20g を超える重さの割にかなり
軽快に書けるなと思ったんですよね。それなんでかなと思ったら、インクの抵抗の少なさだったんですよね。キャップをつけた状態の重心が先端から 65mm ということで、重心バランスも結構いいですし、摩擦の少ないインクが使われているということで、思っている以上に軽快に書けました。続いて握りやすさは星3つでした。このグリップは金属グリップなんですが、意外にも滑りにくかったです。少しね、触り心地がしとっとしたね、触り心地になっているので、意外と滑りにくかったんですよね。ただクリップの先端が少し指に当たるか当たらないかぐらいの位置にあるので、握り方によってはクリップが指に当たってしまうかもしれないので、少しここはね、注意が必要かなと思います。続いて合成感は星4つです。ユニポールゼントのモデルの中で一番合成感が高いなとは思ったんですけれども、中に使われているリフィルがね、樹脂製のリフィルということもあってか、本当になんかガチガチの合成感マックスっていう感じではなかったので、星4つとさせていただきました。キャップ式っていうね、どうしても実用性が低くなりがちな中、実用性もしっかりと持ち合わせたモデルなんじゃないかなというふうに思いました。ということで今回はユニボールゼントの徹底レビューしてきました。なんか水星らしくもあり、いい意味で水星らしくもない、そういったね、すごい面白いボールペンだったので、気になる方はぜひチェックしていただければと思います。では最後までご視聴いただきありがとうございました。